僕気になったんで、谷川さんっていつからその外国人雇用になんか目覚めたっていうか始まったんですか？最初中国行ってたんですね。そう、中国行ってたんで、多分本当に考え出したのは2016年ぐらいですかね。16年。やっぱ人おらんくて。そう介護でね、もう募集出しても来ないんですよね。やっぱ来る人材といえば外国人で。そう外国人、その時がなんかほら技能実習生が流行りだったじゃないですか。そうですね。だからもうそっちかなと思っていろいろ調べてってで組合とか作ろうかなとかそういうことだったんですけど、まあ今そういう組合作るのもなかなかハードルが高いから、で結局特定技能カード出てきて、特定技能が後から2019年ぐらいでそう2019年ですね、その辺出てきたからじゃあちょっとそっちかなという感じで、僕も外国人は、意識はしとったけどやっぱ特定技能は知らなかったから、その技能実習生で3年で帰るっていうのが嫌で、全然その、特定技能実習の制度ではもう外国人は雇えないと。で調べてったらなんか擬人国があったんで、僕最初擬人国その県の施策で一回手出して、やって、費用かかったけど、必ず来るって言ったし、優秀で。日本語も喋れる子来るってことでいいなと思ったし、あとはこういう期間も、そんなに日本人と変わらず、お互い合意するまでずっとおってもいいって感じだったんで、それはいいなと思ったけど、結局やめていったんだけど、でもそれをもとに今度はやっぱりこう、相変わらず人手不足だから外国人に頼らなあかんで技能実習あれでってで今谷川さん言われたように特定技能が声聞こえてきたから、今度はそっちで行ってみようと思って、そうしたらいつの間にやら谷川さんってやってましたよね。そうですね。で行ってみるって声がしていただいたから、せっかくならね、谷川さんのとこまだ介護でしか呼んだことなかったからね、ちょっと建設で呼ぶっていうのはどうかなっていうこともあったんですけど、頑張っていただいて。でも多分これから建設の方が増えるんじゃないですか。おそらく介護はもう多分ある程度潤ってきたんで。そうなんですかね。だからわりかし建設がいいがかなと思うんですけど、まだちょっとねやっぱり建設は皆さんこう小規模なところが多いから、そうなんですよ。入れるまでのその、どうなんですかね皆さん。ハードルがね、意識的なハードルがまず高くてね、一回行ってみたらその豊富な人材にも憧れるよ。あれはあんだけ人おって日本語来たいって言っておったらめちゃくちゃいいよね。ちょっとごめんなさい、建設のことはよくわからなくて、建設の特定技能はそんなハードル高くないんでしょうかね。N5 ともあんまりいらんでしょうか。だからうちに来とるフィリピンにも N4 持ってないって言うんですよね。N4 持ってないと思う。ただ特定技能になるためには、技能実習制度3年、特に2年目をしっかり終えとれば、言語要件も技術要件もいらんなんですよ。技術要件はその資格というか3級みたいなのを取ってくるんです。それも適切に卒業したら基本的には当たるやつで、言語要件は特にないから、それでもう、技能実習3年しっかり終えて帰っておれば、もうほぼ特定技能に切り替えることは可能で、特定技能として今度は連れていきたいのが僕らのやっぱ重要ですよね。やっぱり特定技能としてやらんかったらなんでしょうね。そりゃそう技能実習生、安い労働力で建設業の足場関係とか、いっぱいおられるのは分かるけど、いや言葉も分からんがに、こっちは忙しいやに、人手だと思って、費用を出して雇とわんに、なんで言葉まで教えなあかんなよっていうことが多いんじゃないですかね。やっぱり本当にね、それは特定技能だと克服できるところですね。今後としてはだから本当に企業さんが直接行けるような形、入れれる形を取っていかないといけないでしょうね。だから多分建設業でもちょっと力ないところというか、そういうところがちゃんと入れれるような形を取っていかないと。そうなんですよね。やっぱ建設業専門職種の会社多いんだけど、ちっちゃいとこ多くて、でちっちゃいとこだと仕事は取らんなあかんがだけど、仕事取ると、人手不足で大変だから、こう自利品なところありますけど、でも人手があれば仕事も取れて、で仕事取れれば、企業もね発展していくと思うんだけど、そこに対して来る人材ではやっぱ外国人しかおらんから、やっぱ早く気づいて早く取り組んでいってほしいですよね。そうなんです。だから本当にあっちでリクルートできるような、そういう組織を作った方がいいような気も、ちょっとだいぶねもう人今後だと思うんだよね、フィリピンもね、今の感じで。それにあと向こうの送り出し機関に頼むのもね、なかなかこう費用的なものと実
際こっちがもう直で思っとるような人材を、ね、向こうで集められるかってそうじゃないと思うから、そうやっぱこうもうちょっと融通の利く期間がね、あればいいですよね。そうなんですよ。その場を広げるためには僕らがまあ率先して、まずは雇用しとるわけだから、それを、そこで、向こうでそういう法人なりを作って、でそっちで集客しつつ、我々のこう仲間の業界にこう、広げていくような活動もね、今後やっていきたいですよね。そうなんですよね。そこら辺はね、吉岡さん上がっとられると思うから。いえ、本当に人少ないんですよ。そして我々のような業種が人で少なくて、でかつ自利品でずっと苦しい経営続けると、やっぱりなんか技術力が落ちてくるんですよね。で我々富山県でこう仕事しますけど、富山県としてもこう単価も下がるし、専門職の技術も下がってて、結局人おらんからなんか雑な仕事というか外注するか、もしくはその大手が入ってきて、もう商社とか大手が関係なく大きい、ボリュームは大きいけど、安い金額でやってしまうから、で彼らも別にここにとどまっとるわけじゃないから、すぐまた次のところ行ってしまうので、やっぱり技術も育たなければ、むしろ安い金額が浸透していってしまえば、地域はもう滅びていくのみという感じがしますね。そこをなんとかね。そうなんとかせんの。ダメで単価高いはずなんだけど、なんかどんどん単価下がっていくんですよね。僕ら自身もこう、雇用を守ったり技術を守ったりしていくためにも、やっぱ発展しながら仕事してかんなかんですよね。そこをこうなんかこう雑に考えて、今一時食べていけるからいいわとか、今はこのメンツで仕事もあるし、なんとなくやってって、でもあと10年先どうなったかわからん世の中じゃないですか。やっぱ早めにいい人材を確保してちゃんと育てて、仕事を回して人材も回しながらこう発展したがね、やっぱりこう会社の永続的な発展ないですよね。そうなんですよ。介護もそうですけど、建設も本当にね、そこは今からの課題です。めちゃめちゃ思う。確かにこれからの課題のためにもまだ僕らの中でも一番キーワードはフィリピンと外国人でもいいですけど、本当にいい。建設はね、本当にでもフィリピンじゃないと転職しますからね。そうですね、そうだ。フィリピンがいい理由はやっぱ転職をリスクを抑えられますね。その国の制度上、そのフィリピン政府が認めた会社にしかフィリピン人は就職できないので、そういう意味ではちょっとこちらのハードルは上がるけども、取ってしまえば転職リスクが少し減るので安心してこれできますよね。ベトナムのように、ベトナムのようにっていうとあれかもしれないけど、ベトナムのようにこうね、たくさん人は送り込んでくるけど、やっぱ情報もいろいろあって、あっちこっち金だけで行ってしまうような人種よりかは、フィリピン人はすごく真面目。そうですね。ベトナムとかはね、私の知り合いも3人いれば2人もいないみたいですね。おらんがね。1年以内にね、2人本当にいなくなったみたいな。だからフィリピンはその点いいと思います。そうですね。それはもう一つフィリピン推しの理由ですよね。やっぱり豊富な人材とやめられにくい。これは皆さんにお伝えしなければいけません。そう。コストかかるんですかね。登録の方はポロ申請とかでやっぱりベトナムとかないんで、ないからね、十何万がちょっとかかるね。ちょっとかかるね。でもせっかく4段に飛んだとかってなるそう保険みたいなそうだっちゃう。で5年間ね働いてくれりゃ、もうそれだけでもね。銃社会なんでね、セブはね、セブとかフィリピン全部だから銃を持ってるので基本的には危ないです、日本よりも。強盗とかね、そういうのも普通にあるんで。危ない目に遭ったことないけど、やっぱアジア一、世界一危ないと言われるトンド地区もありますから気をつけてください。気をつけて、本当にね、YouTube で出てる情報はあれは旅慣れた人だから大丈夫なんですね。基本的にいきなり行ったら多分かなり危ない。そう、かなり危ないと思う。かなり危ないと思います。みたいな感じのスラムですもんね、本当ね。ね、本当にちょっとドラッグとかね、そういうのもいっぱいありますんでね。そうですね。巻き込まれたらたまったもんじゃないね、やっぱり。ただいいところもいっぱいあるんですけどね。そうですね。昔の日本みたいな感じで。そう。
建設現場とか工事見とってもやっぱ昔の日本みたいですね。だから片方でスマホ見て情報取っとんのに、片方ではもうえらいアナログなことしてるから、電線もジャミジャミだしね。あれだとか本当不思議でならんね、やっぱり今のこの世の中から考えると。だからどうなんですかね、まだちょっと命の値段が低いというか、人材が豊富だからか。そう、まあ、6ヶ月間でねクビにできるんで、まあ、すぐクビにもできるんですけど、まあ、そういう基本的に労働基準法とかそういうところはまだ全然しっかりしてない国なんで、まだ1日1000円ぐらいで働いてるもんですね。1日1000円です時給だよね、日本でいう時給。ね、であんな危険な仕事をしてもらってそうで、そう数危険な仕事しとるんでね、すごい社会ですよね。そうなんですよ。それでね 2,3 人の給料で10人ぐらいの家族を養っとると、そういう文化ですね。そうです、ようやっとるなと。そう、やっとるなと思う。あれなんでこうに家族が多いのは分かりましたけど、お父さんお母さんもある程度若いはずにもう働かなくなるんですよね。もう仕事がないみたいです。40歳を超えると、もう仕事がつけないみたいです。首切られてしまう。首も切られるし、仕事探してもないみたいです。あ、そうなんだ。スキルがなんかないと厳しいのがね。あ、そうなんだ。40過ぎても首切られてやばいね。切られるから仕事がない。そう、仕事がないので、若いやつ雇おうかってなりますね。賃金も安いしね。一回辞めたらもう負のスパイラルでね。だからこのほらトンド地区の仕事ってゴミ拾いじゃないですか。そうですね。で1日500円ぐらいで、っていう仕事もありますけど、まあそれではねさすがに食ってけんから。そう、食ってけんと。だって残飯集めて500円かもしれないけど、その残飯をまた食うのだからね。すごいですよね。マックとかジョリビーとかのゴミ買って食ったのかもしれないね。でこの前行った時はまあ、レストランから出てきてこうアイスを持っとったんですけど、子供たち普通に食べかけですよ、こうやって、ね、カップに入っとるやつ、なんかちょうだいっていうから起きてちょうだいってやるからこれ食べるって言ったら普通に持ってきますもんね。人の食べかけのやつね。人の食べかけですね。すごいな。すごいね。いや、日本から考えられないちょっと不衛生感ですけど。不衛生感はすごいですよ。それでも腹すかしたのかもしれないし。もしかしたらそれをまたどっかで売って金にしようかもしれないからね。アイスクリームね、アイスクリームを0円で仕入れ0円で売ったかもしれない。10ペソぐらいで。でも国民はやっぱこう目が輝いとっても、太陽も陽気だから、なんか本当明るくて、なんかいい、なんか希望しか考えてないような顔はしてますけどね、フィリピン人は。でも本当に若い人ばっかりですもんね。そう、若い人多い。日本と違う、日本も老人だらけだけど悪いと思う。もう若い人ばっかりだから、こういったらなんか元気をねこうもらえそうな、そうなんですよね。元気もらえる感じですよね。いや私はでもそれはねあれかもしれない。本当にちょっとこうあちらに何か拠点を作りたいですね。作って、やっぱそこでこの何かでうちらだけでこう完結ができるような、まあもちろんその送り出し期間まで作るはちょっと大変だから、そのリクルートぐらいまでできるようにした方がいいのかなとは。皆さんやっぱり、ね、こうみんなでやらんにはダメ。そうですね。ちょっと私一人では無理だから、ちょっとそういう形の事業展開をしていけたらなとは。直接本当に自分らの企業が行ってもう直接連れてこれるみたいな形を作ればいいかなと思ってますよね。それがやっとるなんか形って他にないんですかね。他県とか他の団体とか。まあじゃあその一企業が例えばどこですかね。なんか大手さん、例えば介護だったらそういう日医さんだとか、ああいうちょっと大手、本当に大手、全国にあるような、そういうところはもう自分のところの会社をでもう全部そこの国に作ってもう直接雇用、もう繰り出し期間も全部自社っていう感じでやって自社雇用みたいなっていうのはありますわね。だけどまあうちらはそこまでね、中小企業はそこまでできると思うので、だからやっぱみんなで固まって
ちょっとずつやなるほどっていかないといけないかなと、リスク分散で。そうですね、まあ、でもそこだとまあ、さっき言われた西井さんとか大きい介護の会社で介護でしか読んでこんから、まあ、他の業界は知らん。そうそう、もちろんもちろん。だからそうですよ。だから他の業種に、まあ、そもそも振る気がないからね。そうやね、だから自分のところでいいんですけど、うちらはやっぱこういろんな他業種、多職種でこうやっていけばいいのかなと思います。まずは富山からね、いろんな業種、まあ、建設、介護と自動車整備とか、そうね、ちょっと飲食はねちょっとね、飲食業おるんですかね。飲食業はやっぱりああいう大手になっちゃいますね。大手ね、やっぱりちょっと弱いですよね、個人とかはちょっとそうだね、大手なのかね、お互いしてくるね、きっとねになって、ファミレスとかね、ファミレスね、ああいうところのああいうところで働いてるわけでね、どうなんですか他の業種とか。安いです、安いです、やっぱ安いよね最低賃金ぐらいでいくので、安いと思うよやっぱり。そうあとはだから工場とか、工場も安いんですけど、ただ工場とか飲食は残業があるんで、だからその分で稼ぐみたいな。建設業もそうだね、なんかこう資格はいらんがだけど、でもちょっと危険作業だから、まあ、比較的給与高めじゃないかね。製造業でたくさん呼んでくるとか、流通飲食でたくさん呼んでくると、やっぱり、今言われたように最低賃金で働いてるってことは数でなんか、呼んでくるから、まあ賃金は低いでしょ。いや低いです、16、17万円ぐらい、富山でも。建設でもいいんですよ、僕らがやることによってワンストップで顔が見える、まあ、地域とか、要は流通だとどこに飛ばされるかわからんけど、ちゃんと富山にしか来ないし、まあ、北陸関係とか、まあ、あと企業さんのことはまあよく分かっとる僕らの仲間でやるからね、そういうとこ強みになりそうですね、もしかしたら。そうですね、そういう形で仲間を増やしていけたらいいかもしれない。そう仲間増やしたらこういう意識とか賛同してくれるからね。そこですよ、そこ。そんなことを夢見ながらそう谷本さんやっていきます。やってもらいます。